こんにちは。今日は僕は最近夜遊びに完全にハマっています。昨年は素晴らしい1年だったと思います。私が数年間変わらなかった好きな日本歌手の順位が去年か成り変わりましたが、特に夜遊びさんはこれからかなり注目すべきバンドだと思います。なので夜遊びさんに関する僕の分析映像をアップする予定なんです。その前に私が夜遊びさんを初めて見たのが紅白だったです。そのライブを1回見たですが、ライブをもう一度見ながらリアクション映像を撮ろうと思います。今度アップする映像は夜遊びさんの音楽について話す予定なので、今日はライブについて簡単にお話したいと思います。紅白の時ライブが上手だった記憶があって、音源を聞いたら予想はつきますが、聞いてみていくらさんの発声的な部分を説明してみましょう。さて、ところでこの映像が本当に有名だと聞きましたが、私は見たことがありませんですが、でも僕はこの映像じゃなくて、ライブが、この下の映像にします。なぜなら、この映像はライブをするという設定ですよね。でも YouTube にライブ設定で動画をアップして、実際は口パクがすごく多いです。歌手たちのカバー映像も音源の口パクするじゃなくて、本人がまたライブバージョンで録音してそれを口パクします。この映像はどうなのかわからないけど、ライブですよね。ライブだと思いますけど、でももしライブじゃなかったら僕が聞いてこの部分を話すことになるから、そうすると議論が起こる可能性もあるので、臨場感もある下の映像、CDTV の映像を見てみましょ明日世界は終わるんだってう。あれアンコールだね。むしろいいよ。この歌すごく好きです。僕はもともと夜にかけるじゃなくて他の歌のライブを聴かないといけないって今日最後に言おうとしました。他のライブはまだやったことがないと思ったけど、おー、上手。やっぱりこの曲いいだと思います。私が後で説明しますが、発声だけ見れば、発声というのは大きく声帯、呼吸、空間の三角形に区分されます。イクラさんは空間をベースに使うボーカルですね。呼吸も音に呼吸がかなり含まれているじゃないですか。呼吸がすごくいいわけじゃないけど、呼吸のバランスもいいですね。これはこの歌はポップバラードですが、もともとに夜にかけるのようにものすごく速い速度に合わせた歌い方を持っていますね。響く音を大きく持っていけば良い音になりますけど、でもそしたら早く音を変えるには難しいです。なのでかなり響きを最大限最小化して、口の空間をあまり大きくしない状態で音を響かせる場所を共鳴点と言います。口の中の共鳴点の一箇所に停止して歌っていただく歌い方ですね。なのでライブでパワフルだったり響きが大きいスタイルではなくて、いつも最小限の響きで最初から最後まで響きの変化が少ないスタイルだと思います。でもこうやって読んだらイクラさんは多分体調が優れない時でも
大きくライブが崩れるタイプではないと思います。圧倒的なライブはしませんが、いつも一定してある程度地道なライブができる歌い方、アンテンなボーカルですね。私が思うにイクラさんは風声出のボーカルだったり、すごい優れたボーカルまではないですけど、多分こういうスタイルのバンドがこれから日本で増えると予想しています。イクラさんのように消化できるボーカルたちもたくさんいると思います。でも、イクラさんの音色がとてもいいし、YOASOBIさんの音楽を表現するのにとてもふさわしいボーカルなので、イクラさんのボーカルはとても重要で、日本の音楽史に記録されるボーカルだと思います。その理由はYOASOBIさんの音楽スタイルのためですと思いますけど、その話は次の時間にしたいと思います。今日の話はここまでです。バイバイ。